いや、今日も上役には振り回されるよな。本当にやってられないよ。ははは。本当ですね。いつもあなたばかり貧乏くじを引かされて。さあ、今日はお疲れでしょう。お気をつけてお帰りください。上役に振り回されるか。立派な国政批判。大不敬だな。これで私の昇進は確実だ。ごちそうさま。大臣、この密告状ですが、どう見てもただの酒の席での愚痴です。謀反の証拠としては弱すぎます。証拠？それを作るのが我々の仕事だろう。自宅の床下から陛下を呪う人形が見つかったとでも書き足しておけ。しかし、相手は長年真面目に勤めてきたものです。あまりにも。愚痴をこぼすようなやつはいずれ国を害する。大物とつなげて処理すれば高く売れるぞ。それともお前、あの箱に名前を入れられたいか？さあ、次は誰の人生を終わらせて私の位を上げてもらおうか。前回の動画をご覧になっていない方のために少しだけ前提を共有しましょう。かつてこの国には隣人を売るためにその箱に名前を投げ入れた人々がいた。一人ではない。何千人もの人間が誰かの名前を書いた。誰でも匿名で嘘をついても罰せられず、目障りな相手を陥れることができる魔法の箱、動機。その甘いシステムは人々の心にある猛毒を注ぎ込みました。それはあいつを消しても自分は汚れないという全能感です。武則天が用意したこの制度は単なる情報収集の手段を超え、一種の生存戦略へと変貌していきました。しかし、システムがあるだけでは地獄は完成しません。それを最悪の形で運用したプロフェッショナル、それが歴史に名を残す凄惨な役職、国理です。彼らは単に罪を裁くものではありません。密告を受理し、それを事実にまで育て上げる、いわば恐怖の演出家たちでした。武則天の身分を問わず、価値ある情報を持つ者は引き上げるという方針。それは一見、実力主義の極致に見えます。しかし史実をたどると、そこには残酷な副作用がありました。密告は仕事になり、誰かを売ることが出世の階段になったのです。隣人の何気ない一言をメモし、宴席での冗談を反逆の証拠に書き換える。彼らにとって他人の人生は自分の地位を築くための材料に過ぎなかったのかもしれません。なぜ、武則天はこれほどまでに残酷な制度を走らせたのでしょうか。当時、彼女の周りは敵だらけでした。代々国を動かしてきた旧来の貴族や王族たち、彼らにとって女性である武則天が頂点に立つことは到底許しがたい不祥事だったのです。武則天はこの密告を自分に反旗を翻す勢力を一掃するための巨大な掃除機として利用しました。事実、この数年の間に有力な貴族や官吏が次々と密告によって失脚し、処刑されました。資料により数は異なりますが、それが例外ではなく日常だった点については、どの歴史書も一致しています。そしてその掃除機は、ついにある一族を飲み込みます。西暦688年、その刃は、あるメーカーを切り裂きました。ターゲットは、各証券。彼自身はただの真面目な官僚でした。しかし、祖父が武則天に逆らったという血筋が目をつけられます。その弱みに食らいついたのは、なんと長年彼に養われていた使用人でした。昨日まで笑顔で旦那様と頭を下げていた人間が、密告箱の前では悪魔になる。歴史書には使用人が告発したとしか記されていませんが、そこには恨みではなく、密告すれば大金持ちになれる、という魔が差したのかもしれません。武則天は国理、周公に命じます。調査せよ、と。周公が関われば、結果は有罪以外にありえません。各証券は処刑の直前、武則天を激しく罵ったと伝えられています。その怒りは、自分を陥れた国理へか、あるいは自分を撃った使用人へか。これ以降、処刑される者は口に気を詰め込まれ、恨み事すら言えなくなりました。各証券の一族は、ただのでっち上げの紙切れ一枚で根絶やしにされました。この制度の本当の恐怖は、怪物が襲ってくることではありません。
一番身近な人間が怪物に変わるシステムだということです。しかし、この制度が生んだ最大の怪物は、さらに深い地獄を見ることになります。天寿2年、西暦691年。この年、一つの食事の場面が歴史に残ります。聖君入王。後世に聖語として語り継がれる、このあまりにも皮肉なエピソードを実際に追ってみましょう。数千人を陥れたと史書に記された男、周公。彼のもとに、後輩の国利、来春神が客人として訪れます。実はこの時、周公自身に謀反の疑いがあるという密告が届いており、それを裁くよう命じられたのが来春神だったのです。実はですね先輩、少々行き詰まってしまいまして、どうしても自白しない罪人がいるのです。何か先輩にしか思いつかないようなとっておきの方法はありませんか？ははは、簡単だよ。大きな亀を用意してそいつを中に入れるんだ。周りを炭火で炙ればどんな頑固者でもすぐに真実を吐き出すさ。来春神は笑い、部下に大きな亀を持ってこさせました。そして火を起こし、静かに告げました。明暗です。さすがは先生だ。実は太后様からあなたを調べるよう命を受けておりまして、どうぞその亀の中へお入りください。自分が磨き上げた拷問と密告という刃がそのまま自分の喉元に帰ってきた瞬間でした。周公が消えた後、来春神の権力はもはや誰にも止められないものになっていきました。ここで彼はある一線を越えてしまいます。次のターゲットに選んだのは武則天が最も信頼を置く身内たちでした。武則天の娘、太平公主、そして彼女の親族である武士一族です。なぜ彼はそこまで踏み込んだのでしょうか。おそらく彼は物足りなかったのかもしれません。嘘の自白一つでどんな大物でも自分の前にひざまずかせることができる。その神にでもなったかのような全能感という業が彼の理性を焼き切ってしまった。自分をこの地位に引き上げてくれた武則天の聖域にさえ手を伸ばさずにはいられなかったのです。しかし、その慢心がだとなります。あいつはいつか自分たちを飲み込む化け物になる。これまで来春神に弱みを握られ、怯え続けてきた者たちが初めて密かに手を取り合いました。生き残るための命がけの証拠集め。そしてついに彼らは武則天へ逆告発を突きつけます。その瞬間、制度に最も近かった男は、自らが守り続けた制度によって、あっけなく切り捨てられました。武則天は、身内に牙を向いた飼い犬を躊躇なく処刑したのです。彼が陥れた一族は、数千家に及びます。しかし最後は、自らが研ぎ澄ませた密告という刃で、自分自身を裁くことになりました。彼の死後、武則天は一つの御事のりを出しました。私は、来春神たちがこれほど残酷なことをしていたとは知らなかった。彼らは私の信頼を裏切り、多くの無実の人を陥れた。なんと許しがたいことか。そうして、すべては彼らの責任とされ、冤罪で消された多くの人々の名誉は回復されました。悪夢は終わったように見えた。そこで裁かれていたのは、特別な悪人ではありません。誰かを羨んだり、自分の身を守ろうとした、どこにでもいる普通の人たちでした。攻撃者は、相手を壊した瞬間に勝ったと思うかもしれません。でもその瞬間、自分もいつか誰かに壊されるという終わりのない恐怖の檻に、自ら足を踏み入れているのです。結局、最後まで自分を守ってくれるのは、他人を陥れるための嘘の刃ではなく、誰に対しても胸を張れる自分の正直さだけだったのかもしれません。成功も、復讐も、自分自身が壊れてしまっては、何の意味もありませんから。さて、次回、いよいよ、この地獄の舞台を作り上げた張本人についてお話しします。史上唯一の予定、武則天。彼女は本当に、国利たちに騙されていた哀れな女性だったのでしょうか。それとも、人間の悪意を最も効率よく利用し、すべてを盤上で操っていた、期待の戦略家だったのでしょうか。次回、武則天の孤独が生んだ究極の支配。彼女が本当に愛したものとは何だったのか。